皆さんこんにちは。今日は主役が誰なのか話してみましょう。最初にフリーガを見ました。彼女は私たちを捕まえた。そして、記憶消去プログラムを実行しました。それから半年間行方不明になりました。星島に現れたんです。そして星島でこの任務をしている間に問題を発見します。この拠点ですフリーカに連絡してもらいました。私たちの抑制器は検証できます。これは何を意味する？ここに来たことがあるということです。私たちの抑制器は、そして記録を取ることができます。枝の子と一緒に仕事をしていたということです。そうでなければ、ここでは識別できません。そしてもう一つ疑問点があります。避難所にいたとき、私たちが救われたとき、サリーは抑制器が壊れたってことだ。なぜ抑制器が壊れたの？私たちは変異していません。これは私たちの体が改造されたということですか？でもアイダの子はどうしてまた私たちを戻したの？すべてのことがあまりにも偶然に起こった。例えばサリーとシャツオに助けられた。そして星島の避難所で襲撃がありました。ハガドに着いたばかりです。ハイガルドは爆弾の危機に遭遇しました。そしてハイガルドに戻った時、全身スキャンを行いました。今回の全身スキャンでウイルスが現れました。このウイルスは自己アップロードしデータベースを攻撃しようとしています。私たちの役割はこれだけですか？ハイガルドに連れ戻されるためにデータベースを攻撃して、そうではないと思います。その後のフリーカとイヒスたちの態度からわかるように、天使を赦免するのは私たちにとって有効的です。特に星島でははっきりした口調の変化があります。訪問するにはせめて主人が家にいる時を選ぶべきだ。ごめんね、伝言を伝えに来たのです。あなたのものをめくっているわけではありません。知らない人、あなたの来意を説明します。ナツサの妹はひどい怪我をした。彼は私に、と言ったフリーガに連絡した時、フリーガーは明らかに私たちを知っていた。彼女の声はすっかり変わった。彼女は突然私たちを知らない人と呼んだ。私たちは子供と呼ばれました。彼女は私たちを知っていたということです。もし私たちがアイダの子陣営だったら、海吉徳に来た目的は何のためですか？私たちが今していることはアイダの息子を阻止しているのです。例えば彼は3回目の時空バックトラックを集めようとした。でも元の塔を閉鎖しました。そして最後の時、私たちは賢者を止めました。でも私たちの身元はまだバレていません。なぜ半年前に記憶が消されたのか、半年前に何があったのか。この半年間私たちは一体何をしていたのか。この伏線は本当に大きいです。幻冬のストーリーはこれだけの伏線だけじゃないですね。その伏線は特に多いです。例えば幻冬の中の遺跡は何を研究しているのか。幻冬の中の遺跡、実験記録を見たことがあります。しかし皆さんは問題に気づきませんでした。これらの遺跡は大災害後に廃棄されたものです。つまりこれらの実験は全て大災害の前に実験されており、その時彼らは人間を変異させることができることを発見していた。ハイ感度の実験は、一つは治癒のためです。一方では人を改造するためにハイガルドたちはイカのために多くの実験を行いました。一つはイカの拡散を抑制することです。一方彼らは生かした人を強化しました。また大世界の大部分のボスは遺跡から飛び出してきた実験体だと思いますが、幻冬のストーリーはとてもいいです。でも最初からみんなに悪いレッテルを貼られました。だから誰もこの解説を真剣にやっていません。また幻冬のストーリーは脱線しています。彼の前の章のストーリーはとても素晴らしいです。全部分も含めて、遺跡も含めて、前の部分には多くの補足ストーリーがあります。彼らは根茎ゲームまで勉強しました。細々した記事を行う方法。でも後ろに着いたら明らかに急いでいます。この痕跡はますます少なくなってきている。ストーリーの補足も少なくなってきています。幻冬の後ろで前のストーリーを補充してほしいですね。あなた方の前にはたくさんの穴が掘ってありますから、早く補充しましょう。